こんにちは。6月25日土曜日です。今日は塩を備蓄しておくべき3つの理由というのをご紹介していきたいと思います。ご紹介するテーマは4つです。1つ目、塩は人間が生きていくために必要不可欠な成分。2つ目、塩は食品の味を引き立てる。3つ目、塩は食品の保存に役立つ。そして4つ目がまとめになります。では1つ目、塩は人間が生きていくために必要不可欠な成分。塩は人間が生きていくために必要不可欠なものです。塩に含まれるナトリウムは体内の水分バランスを保つのに重要です。また、ナトリウムが不足するとめまい、混乱、嘔吐、疲労、脱力感、イライラなど様々な症状が出てきます。さらに塩に含まれる塩化物というのは消化に欠かせない胃酸の生成にも必要です。で、2つ目、塩は食品の味を引き立てる。これは説明するまでもないかもしれないんですけれど、塩というのはどんな料理でも味を良くすることができるので万能調味料として使われています。たくさんある調味料の中で仮にねどれか1個を選んでくださいっていうのであればもう間違いなくね塩になると思います。そして3つ目、食品を保存するときに役立ちますということで、塩は何千年もの間食品の保存料として使われてきました。食品の水分を吸収することで腐敗させるバクテリアの成長を抑制します。で、塩の種類ということで市販のお塩にはね様々な種類があるんですけれど、料理に適したものだったり保存に適したものだったりいろいろあるみたいですね。なので一つに限定せずにいろんな種類の塩をストックしておくといいんじゃないかなと思います。ただし食卓塩って呼ばれる一般的な、塩なんですけれど、あれはねもう絶対おすすめできません。生成されてしまっていて大切なミネラルとか、そういったものが全部取られちゃってるので体にも悪いですし病気の心配も出てくるので食卓塩とか生成塩っていうのはおすすめしません。で、一般的に手に入りやすいものでおすすめなのは、海水塩、シーソルトっていうものですね。で、この塩はミネラルが生成されていないので料理にも非常に向いているし、あと、たくさんは食べちゃダメですけれど少しであればミネラルを補給するためにということで代用することもできます。で、次におすすめなのがコーシャーソルトってあんまり日本ではちょっとメジャーじゃないかもしれないんですけれど、このコーシャーっていうのはユダヤ教の、食事の規定っていうか、食材とか食品の規定なんですね。で、ふさわしい状態とか適正っていう意味のあるヘブライ語です。で、簡単に言うとユダヤ教の教えに沿った安心安全な食品に、つけてもいいよっていうマークのことですね。で、私もコーシャーソルトは何個か買って備蓄してあります。で、次がですねヒマラヤのピンクソルトなんですけれど、これは、おすすめなんですけれど、その産地どこで採れたのかっていうその場所の環境っていうのをよく調べてから買った方がいいと思います。で、ヒマラヤのこのピンクソルトっていうのは本当に品質がピンキリで本当にいいものであればたくさんの必須ミネラルっていうのを含んでいて血糖値のコントロールを改善したりとか、あと睡眠の質が向上したり、あと呼吸器系疾患のリスクが減るとか、そういったね期待ができるんですけれど、やっぱり素人ではなかなかね品質の見分けっていうのが見るだけでは難しいと思うので、迷った場合は海水から取れた、シーソルトか、コーシャーソルト、こっちを買っておいた方が無難だと思います。ではね最後まとめということで、もしどの調味料を備蓄しようかなと迷ってしまったらもうとりあえず塩だけでいいと思います。で、我が家も基本的にはもう塩だけの備蓄ですね。で、もちろん手に入るうちはお味噌だったり、醤油だったりこういったのは発酵食品なので食べ続けていきたいなと思うし、あった方がいいに決まってるんですけれど、
原材料の大豆の値段も上がってるし、食品インフレの懸念も出てくる中で、やっぱりねどんどん値段が上がってくんじゃないかなと思うんですよね。でそうやって考えると、今のうちになんかその塩だけで調理して食べていくっていうことに慣れといた方がいいかもしれないってちょっと私は思いました。でそういったねレシピの本とかないかなと思って Amazon で探したらあったんですよね。白崎優子さんっていう方が書いた必要最低限レシピっていう本で、基本的にはもうスープとかね、野菜を煮るだとかそういったことのもう基本的な調味料が塩しか使ってないんですよね。で後半になると、多少アレンジで、少しカレー粉が入ったりとかトマトが入ったりとかってするんですけれど、それってもうかなりシンプルな、調味料しか使ってないです。塩と油はちょっと使ってますね。でこの本で作る料理を、日頃から食べていれば調味料がね買えなくなっても大丈夫かなってちょっと思いました。ですのでね、ご興味がある方は一度読んでみてください。では今日は塩を備蓄しておくべき3つの理由というのをご紹介させていただきました。今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。